皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回は以前制作した32や34とどうしても並べてみたく、ブックオフで1500円でゲットしたタミヤの 33GTR を制作していきます。早速まずはどんな車なのかパッケージ内容を見つつ知識を深めていきましょう。超大ヒットした8代目32スカイラインの後継として9代目スカイラインが発表されたのが1993年8月。そこから1年5ヶ月後、ファン待望の GTR が1995年1月にデビューしました。スタイルは先代と比べると大型化となり、居住性と車両重量がアップ。ボディタイプはクーペとセダンの2タイプで、クーペの GTR は手動4段可変式の逆台形フォルムのリアスポイラーなどにより迫力あふれる仕上がりとなっています。クーペのシャシーはセダンと共有となったことからホイールベースが長くなり、スタイリングにも影響しました。走りの装備は先代モデルを引き継ぎながら、ブレーキにはブレンボ製を採用。電子制御 4WD システムも改良されより熟成。 GTR の中でもさらなる走りを追求したのがキットのモデルでもある V スペックです。 2.6 リッター直6ツインターボエンジンは280馬力という最高出力の数字こそ先代と変わらないものの、ターボ下給圧のアップにより最大トルクが高められ、テスト走行では先代の1周8分20秒に対して8分を切るタイムをマーク。これによりマイナス21秒のロマンというキャッチコピーがつきます。発売当初は32と比べられ不人気車のレッテルが貼られていましたが、現在ではボディ合成や34の源流などと再評価され、貴重な車として重宝されています。早速仮で組み上げ、全体的なフォルムや足回りなどをチェックしていきます。まずは足回りから。キット付属の足回りパーツはマルチリンクサスや 4WD システムなどがしっかり再現され、 GTR の構造の知識を深めながら組み上げることができます。前後ともにホイールはピンが生えているタイプで、ブレーキディスクパーツ内に内蔵されるポリキャップに差し込み固定する方式。車高をいじる場合は前後ともにブレーキディスクパーツの取り付け部分のダボをカットし、取り付け位置を変更すれば自由自在かと思いました。エンジンは再現がありませんが、シャシー裏から見える部分はしっかりと再現されているので、塗り分けをしっかり行えば見応えは十分かと思います。インテリアでは内張りのモールドは簡略化。32GTR と同じタイプのシートですが、こちらはしっかりモールドされているので、インテリアの雰囲気としてはスパルタンな雰囲気は十分出せると思います。ヘッドライトリフレクターも再現されているのでリアルなフェイスとなることでしょう。ウィンドウの取り付け、ボディのシャシーの合いもバッチリなので、ストレスフリーで組み上げることができそうです。次に筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、ブレードは 0.15mm と 0.2mm を使い分けています。用途としては 0.15mm のブレードは全体的な使用、 0.2mm のブレードはドアやボンネットなどの開閉パーツなどに使用しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディのパーツそれぞれに対し筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまいシャープさが欠けてしまうので、塗装する前の下準備の段階でしっかり彫っていきます。といっても筋を深くしすぎると不自然なシルエットになってしまったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチでそれぞれのパートで3から5往復を目安に丁寧に彫り込んでいきます。
ドアやボンネット、モールやバンパーの継ぎ目、給油口カバーやウィンドウモールの外側を筋彫りし、塗装に備えます。続いて画像の赤矢印部分のパーティングラインを削る作業となります。模型メーカーがプラモデルを製造する過程で金型同士を合わせてパーツを成形しているので、どうしても付着してしまうのがパーティングラインやバリですが、これを消すのと消さないのでは仕上がりに大きく影響してきます。パーティングラインの確認方法としては、ボディやパーツを手に取り実際に指で触ってみること。カーモデルの場合はボディを真上から見た際、左右対称的に縦にラインが入っていることが多く、バンパー周辺は特に頑固なラインになっていることが多いです。作業手順としては320番のタミヤのペーパーヤスリで水をつけながら削り取り除いていきますが、取り除く際の注意点として実車にある細かなプレスラインもありますので、その部分まで削ってしまわないよう注意しつつ取り除いていきます。320番で取り除いたらヤスリの番手を上げつつ1500番まで仕上げ、塗装に向け準備しておきます。続いて本塗装をする前の下地としてガイアノーツのエボブラックを拭いていきます。この下地処理は深いツヤのある仕上がりを目標とするのであれば必須作業。パーティングラインを消すためにボディ表面を削ったり、少なからずペーパーヤスリの跡が残った場合は必ずサーフェイサーを拭いて本塗装の前に各パーツの表面を滑らかにしておくことが大事です。いかに下地処理の段階で滑らかな表面を作り上げることができるかということが重要かと思いますし、何より下地の段階から滑らかな表面を意識しておくと、後の表面仕上げの工程で凹凸が少なく仕上がるので、表面仕上げの作業時間を短縮でき、結果的には効率が上がります。吹き付け途中にホコリなどが付着した場合は焦らず乾燥を待ち、ペーパーヤスリで取り除いてから再度吹き付けます。サーフェイサーを吹き、パーティングラインや傷も消えて綺麗な表面になったことを確認し、下地塗装が完了です。最後にドアのパカパカ加工よりドアのカットです。ドアを切り離す際に使用しているツールは超音波カッターのマジカッターで、クラファンでゲットしたツールです。超音波カッターなのでサクサクカットでき、さらにモバイルバッテリーから直接給電されるのでコンパクト。最近では何かと登場機会が多いツールとなりました。超音波カッターの特性上、切り口は少し溶けたような見た目になるので、こちらはカットし終えたらペーパーヤスリで整えていきます。カットしたドアのフロント側はボディに対し内側に入り込む形で開閉するので、ドアの内側、ボディの内側ともにデザインナイフで薄く削っておきます。そしてドア、ボディともにペーパーヤスリで整え、パカパカ加工、ドアのカット片が完了。次の段階としてはドアを開閉できる機構としてヒンジ部分を作っていくことになります。ということで今回はここまで。次回はインテリア完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。